日にちは2022年1月1日なので、明けましておめでとうございます。はい、今年もよろしくお願いします。はい、じゃあ早速やっていきましょうか。プリセットのところのカスタムですね。これの一番上の線ですね。この正方形のやつを選んでやりましょう。で、ここの解像度ですかね。これを300で 300dpi でやっていきます。はい、この髪型にしましょうか。ちょっといろいろ試してみたんですけど、これでいいかなと。ちょっとこの色でやっていきますか。この色でちょっと濃い水彩で塗りますか。濃い水彩でいきましょう。ちょっとピンクっぽい色ですね。この色はちょっとね、薄くバックの色が薄く見えたりしますよね。薄く見えたりするので、背景とか描く人とかは結構気をつけてくださいね。なので何回か塗り重ねて色を塗るとかですね。それか、ベタ塗りペンとか、一応自分はベタ塗りペンも使ったりするんですけれども、今回はちょっと水彩でやってみたいと思います。こういった耳のところは後で、紙とかの色も塗るので、ここは別にはみ出してもいいかなっていうような感じで塗ってます。はい、こんな感じですかね。これにちょっとレイヤーをクリッピングしてやりましょう。で、これにですね、ちょっと紫色っぽい色もちょっと入れようかなと思います。はい、あ、そうだ。ですね、濃い水彩のこのサブツールのこの、スパナマークをちょっとやってクリックしてブラシの先端変えましょうか。で、ここをクリックして、でここの画材っていうところをクリックして、するとこういった形がいろいろあるんですけど、これですね、毛筆ですね。これを選んで OK にして、これでやりましょうか。それで、ブラシの先端が変わるんですね。ちょっと、分かりやすいようにすると、こんな感じになるんですね。はい、こんな感じで、さっきのは本当にただの丸だったんですけど、先端を変えるとこういった表現があって、で自分の考えではブラシの先端とか変えないで、イラストをいいイラストを描くっていうのは結構難しいんじゃないかなと思います。自分が目標にしている、人たちは大体ほとんどですね、もう全員が全員っていうぐらいブラシの先端は変えてますね。なので皆さんもちょっとね、面倒くさがらずにブラシの先端とかいろいろ変えて試してみてください。でこれでまた一応クリッピングし直しまして、でちょっと無造作に
とやっていきましょうか。こうやってなんていうんですかね、これがさっき言ったなんていうんですかね、不自然なパターン化されてないようなやり方ですかね。でやって一応今回も行き当たりばったりなんですけれども、でこれにまたこの色混ぜっていうのがあって、でそれの指先とかがあるんですけども、指先でやりますか。指先を大きくして、これもですね指先の、ブラシの先端をですねこういったちょっと見えますかね、アップできないんですけど、こういったものにしてます。はい、でちょっとなんか混ぜるっていうか、ちょっとで次が今度はちょっとピンク系ですね。ピンク系のさっきの一番下の下地の色に近いかもしれないんですけど、ちょっとやりましょうか。ちょっと花の先端とかですねをちょっとレイヤーをまた変えまして、レイヤーを作って、でまたクリッピングして、ちょっとこうやって花の部分とか花の先端ですねとか、ちょっとまぶたとか顎とか、実際の人の画像とか見てると結構鼻とか顎の先端とか、またまぶたとかもですねちょっと見えたり、赤みが見えたりするので、自分で思うようにちょっとというような感じでやっていきましょうか。でこれもまた指先でちょっと一応水彩ツールのなじませっていうのがあるんですけど、それでもいいかなと思うんですけど、ちょっとあれをやるとぼけるので、今の状態ではあまりぼかしたくなかったので、それで、指先でやってます。指先は本当ぼけずに色をなんか混ぜるような感じなので、こんな感じですかね。はい、これでいいですかね。太陽がここからっていうような感じで、太陽っていうか光がここからこんな感じでこんな感じで当たってるというような感じでやっていきましょうか。はい。でそうだ、それとですねちょっと忘れてました。この用紙白じゃないですか。白は結構色塗りにちょっと影響が出るので、ちょっと変えましょうか。だいたい灰色にこのぐらいですかね。
微妙なんですけど、この方がいいんじゃないかなと思います。はい、一応ね、フラットマーカーでやってみましょうか。フラットマーカーデフォルトだとこのマーカーのところに確かあったと思うんですけど、ありますね、フラットマーカー。はい。で自分のところにはもう一番下の方に自分の何て言いますかね、筆箱といいますか、そこにもうあるので、そこで使っていきましょう。フラットマーカーは下の色をちょっと透けて見えるような感じになるんですよね。でも何回も例えば一塗りしたらこのような薄さなんですけど、これを何回も塗っていくと実際の色に近づいてまた濃くなるので、ここを塗ってちょっとね隠れるなっていう気もするんですけど、さっきのピンク色が消えていくなという気持ちもありますが、と絵を小さくして、大まかに塗っていきますか。分からなくなったらやっぱりこうやって色じゃない絵を小さくしていくのもかなと。下地の色とかが、ね、消えていくので、下地の色を塗る意味があったのかなっていうふうに自分もよく思うんですけれども、でも、なんか目の、影響はあるんじゃないかなと思うんですよね。なので、やったりしますね。
と軽く、多分影になるところは軽くというような感じで。でちょっとあれですかね、滑らか水彩使いましょうか。この水彩ツールの中にこの滑らか水彩っていうのがあるんですけども、はい、これをですね、自分はまた先端をこういったちょっと画像を使ってますね。自分でこれは作ってます。はい、点々と。でそれでちょっとなんか滑らかにちょっとしましょうか。はい、こんな感じですね。でまだやるんですけれども、あ、そうだ、線画をですね、一応自分は線画は極力あまり、頼りたくないというような感じでやっていくんですけれども、ちょっと線画のレイヤーをですね、ちょっと不透明度を低くしときます。はい、でそうするとあまり線画に頼らず色を塗っていくことができるので、最後らへんになるとその線画のレイヤーをもう全て消してもあまり違和感がなくなるというような感じでやってます。でも線画があった方がいいなと思う時は、線画使ったりするんですけど、本当その時でやり方変わりますね。本当最近は本当パターンはなくしてます。はい、次はちょっと影を塗っていきますか。影を塗っていきますか。で影もまたレイヤーを作ってクリッピングしてでやっていきましょう。今回影はちょっとアメリカンコミックわかりますよね、皆さん。アメリカンコミックみたいな色の塗り方でやっていきますか、ね、色をちょっと取りましょうね。その前にどうしようかな。ここぐらいかな。ここぐらい取ってでちょっと鼻のところだけなんですけど、ちょっとやりましょうか。こうやってでスプレーでエアーブラシですね。エアーブラシでエア
エアブラシを自分よくスプレーって言うんですけど、エアブラシの柔らかでやっていきましょう。柔らかでとこうやってやるというような感じで、あんま変わらんかな。ちょっとあんまり変わらなかったですね。この部分はちょっと影と言いましたが、ちょっと光になりますね。光になります。はい。光をちょっとやっていきましょう。でまたエアブラシで、待ってよ。いいか、エアブラシでこの部分をちょっと色を取って、で先ほどと同じような感じでこれだと結構グラディエーションっていうんですかね、色の徐々に、薄くなっていくっていうやり方が結構できると思うので、こういったところはブラシ、普通の、ね、水彩ツールとかではなかなか難しいので、ここは選択範囲で囲って、でエアブラシっていうのがいいかなと思います。ここもここもこんな感じでやっていきますか。でこれもエアブラシでこんな感じですかね。ちょっとあまり微妙な色なので変化がちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、こんな感じですかね。でちょっと滑らか水彩でまたぼかすというような境目をここに
でスプレーですね。スプレーをでプレイでちょっとやってと今エアーブラシでやってますね。エアーブラシでやってここも軽くやりましょうか。はい、次はちょっと影を他のところもやりますか。ちょっと待ってくださいね。ここもちょっとでスプレーでここをちょっとだけ白に近づけて、でちょっとここの部分をちょっとやりましょうか。でスプレーですね。ちょっと小さくしてで多分この部分も光が実際わからないときはちょっ
絵を小さくして、で実際ここの方にも光が当たると思うんですよね。でこれをバーってエアブラシでやって徐々にというような感じで滑らか水彩でちょっと伸ばすといいますかぼかすというかできます。ここが色塗り、顔を描く時の色塗りで、この鼻筋ですね、ほっぺったからこの鼻筋のこの中間ですね、これをどんな風にして、表現するのかっていうのが自分は最初の頃本当分からなくて、今もねこれだっていうのは、確実な塗り方とかは本当分からないんですけど、ね、それぞれの場面で違いますからね、光の当たりの具合とかも違うし、こんな感じですかね。もうちょいなんかやった方がいいかな。ちょっと伸ばしましょうね。でちょっとここがあれだなと思ったら、ちょっとスプレーをまたさーっとかけてやるとか、ちょっと離したりして、ちょっとおかしいかなとかいいかなっていう風なのを確認してやっていきます。ちょっと鼻の小鼻っていうんですかね、海外では何ていうんですかね、ここの部分、日本語ではだいたい小鼻とかって言ったりすると思うんですけど、ね、こんな感じですかね。でちょっとだけこの反対側の小鼻にもちょっとだけどうですかね、本当微妙なんですけど、どういいか、はい、こんな感じですかね。ちょっと待ってくださいね。ちょっとこっちも気になるので、ちょっとおかしいな。この色を取って塗りましょうか。鼻よりも上唇の方が白っぽかったら、ちょっと鼻が埋まってしまいますよね。埋まってるような表現になってしまうので、そういうのとかも考えて、この部分が鼻よりは白くないように、白に近くないような色でやるというような感じですね。次が影やっていきましょうか。線画とかですね、線画とかで色を塗ったりするときに、この今ペイントっていう風になってるんですけど、この筆は自分で一応
加工したものなんですけど、これをよく使って色を塗ったり線画を描いたりするんですけど、ちょうどいい具合なんですよね。この例えばこの、色のグラディエーションって言いますか、最後のと始まりとか最後のところがこのように徐々に薄くなるっていうのが好きで、こういった筆を加工してるんですけど、でこれも本当に簡単にできるんです。水彩ツールのこの滑らか水彩がありますよね。この滑らか水彩のインクですね、インクを選んで、こちらにこの下地混色っていうところがあるんですけど、ここをチェックされてるんですよ、滑らか水彩の時は。でこのチェックを外せば自分が使ってるような、筆が使えます。はい、これですね。で元に戻したい時はこのようにまたチェックを入れたら元に戻ります。はい、自分用のなんていうんですかね、筆箱といいますかを作って、そこにその自分で加工した筆をいろいろ入れると本当楽なのでやってみてください。次はちょっと影をできますか。影ね、影はこの色をちょうど選んでやっていきましょうか。その前にここのところもちょっと滑らかでちょっとぼかしましょう。はい、じゃあこの色を取って、思い切ってねちょっと塗ってみますか。こういうところも本当花って難しいですよね。こういうところはやっぱり本当その時その時で臨機応変に色を塗っていくっていうことしかできなくて、一応レイヤーもちゃんと変えているので大胆にやっても消せばいいだけのことなので、もしダメでもちょっと塗ってみますか。大雑把に本当に
大雑把に本当に塗ってみましょう。で一応花の影ができると思うんですよね。花の影ができると思うので、これだとちょっとね花がおかしいじゃないですか。なのでちょっと消しゴムで消して、あ、違った、消しゴムの滑らかで探りでちょっとやっていきましょうか。こんながいいかなと。やっぱりねこの部分がまた本当難しいんですよね、花の。こんながいいですかね、じゃあちょっと後でまたあれですかね、この部分はここよりももうちょい濃い方がいいですね。ちょっと待ってください。この色の今こっちなんですけど、もうちょい濃いで、さっきのこの鼻筋から鼻の中間ですね、この鼻筋からほっぺに向かうところの中間ですね、ここの方ですね、反対側のそこに暗い色を塗りましょうか。ブラシで塗った方がいいかな。ここですね、ここはこんな感じに塗った方がいいんじゃないかなと思います。はい。ちょっとブラシよりはもしかするとブラシよりはこれですね、これのこれでバケツですね。これがいいかもしれないですね。で滑らか水彩でちょっと境目をぼかすというような感じですね。であれですね、これで全部、やりましょうかね、思い切って。
でやって、で先ほどのこの部分ですかね、部分をまたもうちょい黒に近いつけて、よしと、こんな感じですかね。こんな感じでやっていきますか。ちょっと待ってくださいねちょっと消しゴムで、ざっくりで消しますか。ざっくりで多分ここは消した方がいいんじゃないかなと。これをまたここまでましょうか。で感じですかね。こんな感じがいいかな。でちょっとこの色で今度はペイントでちょっと離して、ダメだなちょっとこっちざっくりでちょっとこっちどうしようか。こうかな。ちょっと歪んでますよね。なのでちょっと綺麗な線にしましょう。綺麗な線にして、ここはちょっといいかなとは思うんですけど、はい。でやって、滑らか水彩でちょっと影の周りをちょっと一筆みたいな感じで、今だとちょっとねはっきりしすぎているので、一応やりまして、
これは花の影なんですけども、この部分はこの部分の影は花に近いので、影の輪郭は残しといて、でもこの部分は花から、ちょっと離れていますよね、影が。なのでこの部分は他よりはちょっとぼかした方がいいのかなと思うので、ちょっとぼかしましょうね。こうやってと整えまして、でこの中の方の濃い部分もちょっとやった方がいいかなと。膨らみもちょっとだけで、なんかそれっぽくやるというような。ここもですかね。でここもちょっとここはスプレーでもよかったかなとは思うんですけど、こんな感じですかね。して、ここを取ってちょっと後でやりますか。今やった方がいいかな。一応ここもでちゃんとよいしょ。でちょっとペイントでちょっとやっていきますか。ペイントで一応これのもうちょっといいね、花ですね。花の穴をちょっと取っときましょう。でこっちかな。ちょっとね見て、こうやってで
でスプレーをかけましょう。でまたこの色を取って花はもうほんとねゆっくりやっていけば大丈夫なので、こんな感じですかね。でちょっと上の方をちょっと滑らかにするというような感じですかね。一応影のレイヤーではあるんですけども、そのままちょっと光もちょっと入れましょうね。ペイントでやってだいたいかなと。こんな感じですかね。ちょっとスプレーで、輪郭をつけましょうか。ここは紙で隠れるとは思うんですけど、シフトを押し、ちょっとねずれてますよね。そういう場合は選択アイペンとかもありますし、またシフトキーを押しながらまたダメだな。シフトキーを押しながらこうやって足すこともできるので、はい、感じかな。でここもそうか。はい。でちょっとこっち、はい、でスプレーでちょっともうちょい大きい方がいいかな。
こはどんな感じかな。ここは唇の方から輪郭の方に向けて色を塗るような感じですかね。はい、こんな感じですかね。でちょっとおかしいなと思うところは滑らか水彩でちょっとぼかすというような感じでやっていきましょう。そうですね、ここの方もちょうどいい具合になってるのでこれを使ってこれで、たまに、ね、想像思ってもいなかったことが偶然できていい感じに、色が塗れる時があるのでそういう時も助かりますね。なのでこうがいいかな。そのままスプレーでやりますか。スプレーでやりましょう。スプレーでざーっとでもうちょい色をつけたいなと思ったらちょっと思い切ってやって今度はちょっとよしとやってスプレーですね。スプレーでかな。これをちょっと入れてペイントでた方がいいかなと。レイヤーをまた足しますか。足してクリッピングしてちょっと失敗するかなと思う色塗りをする場合はもうすかさずレイヤー新しいレイヤーを作って塗るというような感じがいいかなと。そしたら塗ってダメだったらね削除すればいいので。
顔よりはこの喉の部分をちょっと白に近づけてはいけないので、こっちかな。ちょっとおかしいですね。このぐらいでいいのかな。なんとなくここにもスプレーでね、ここにもスプレーで。この色をもらってちょっと切れ目が残ってましたね。これでちょっとごまかしましょう。でなんとなくここにちょっと入れた方がいいような気がして、ちょっとあれか、ちょっとね小さくして。さっきのこの部分がちょっとあれだな、ちょっとこの部分をもうちょいやりますか。
しょうか。ちょっと、なんかもったりしてるような感じがするので、ちょっと大胆に塗りますか。ちょっとこれを急にね、色が見えてきたりして、影はこんな感じですかね。じゃあ次は目を描いていきましょうか。目ですね。目は、
クリッピングしておきましょうか。目はですね、白目からですね、白目からちょっと肌の色からちょっとここぐらいの色からちょっと取りましょうか。で取って、白目を塗っていきましょう。ちょっと違いますかね。ちょっと違いますかね。もうちょいこっちかな。ちょっとこれでちょっとやってみますか。これでじゃあはいので塗ってまずはここも一応これでまずはちょっと調整していきましょうか。これはでもな、まあいいか。大丈夫かな。ちょっとね、これは目のところはクリッピングはちょっと外しておきましょうか。外して塗ってとでちょっと黒目を入れましょうか。ちょっと待ってくださいね。分かりやすいようにじゃあレイヤーに青色をちょっとつけましょうか。目だよっていう、目のレイヤーだよっていうような感じで、黒目ですね。黒目をちょっと描いていきましょうか。黒目をですね、これはちょっと黒目の方からはちょっとクリッピングしましょうか。で最近ですね、自分はどんな色がいいかな。こっちがいいかな。いや、このぐらいはいいのか。最近ですね、自分はこの選択範囲の楕円選択とかでこの下書きの線に合わせて丸を作るというような感じでやってます。でこれでちょんとやって、でまたこれをこちらに持ってきて、でこれをちょんとやるような感じですね。その方がちょっといいかなと。でちょっと黒目の輪郭をちょっと滑らか水彩でぼかします。
回なぞるぐらいですね。これは皆さんの好みでやってください。でこのぐらいにして、でこれにやっていきましょう。白目ですね。白目でまたレイヤーを黒目とその下地の白目ですね、その間にまたレイヤーを作りましょう。でこうやってすぐクリッピングになりますね。でこれも一応目だよっていうような感じでしていきましょう。でこれに合うような感じでやっていくんですけど、どうかな。ちょっとこの白目の下地を色を取って、でこれよりちょっと黒に近いつけてやって、で色を塗っていきましょうか。ここはね、もっとあれなので、どうかな。一応こうやって塗ってて、ちょっと離してみたりして、塗ってって、もうちょい濃くてもいいなって感じたらちょっと濃くする。ちょっと離して、でまたもうちょいだなと思ったらまた黒に近づけて、と塗るというような感じでやっていきましょう。
でちょっとレイヤーを作ってクリッピングして、またでここからなんですけど、ちょっと黒目とあれを分かりやすくしましょうか。黒目は赤にしましょうか。黒目は赤にしておきましょう。白目は青で、黒目の方を消して、ちょっとね、黒目のレイヤーをクリッピングをちょっと外して、でちょっとレイヤーを不透明度を低くして、でこれをざっくりで消しましょうか。まぶたに白目に合わせてやるような感じで、後で黒目にも色を入れるので、その時に楽に色ができるようにやりましょう。こんな感じですかね。でですね、黒目にまたレイヤーを作って、でクリッピングしましょう。ですね、じゃあもうちょいこのぐらいの色にして、こんなかな。水彩でちょっとでスプレーでこのぐらいがいいかな。でまた滑らか水彩をやって、レイヤーですね。
と花をちょっとやりましょうか。ここははい、こんな感じですね。これでいいかな。で、目ですね。目をちょっと白目をいきましょう。ちょっと白目のちょっとこんな感じで、言いにくいんですけど、説明しにくいんですけど、ベタ塗りペンってデフォルトだとこのように丸い形なんですね、ブラシの先端が。それが個人的にはちょっと気に食わない時があるんですよ。どうにかして直角に描きたい時があって、一応こうやって直角にやればいいんじゃないかって思ったりもするんですけど、そうじゃない時もあって、もっと鋭利に、もう鋭角っていうんですか、鋭く尖ったようにやりたい時があって、そういう時はこの囲って投げ縄塗りっていうのがあって、うまくできたりするんですけど、説明しにくいんですけど、なんか、あって、なんかなと思って、とこの
るしかですね。黒目に結構同化しそうな感じの色でというようなで、ちょっとここもなんか水彩で微妙なんですけどね。でも一応やった方がいいかなと思って、ちょっともうちょい黒目そっか、この部分もうちょい下に行きましょうか。この黒目の部分をちょっとやりましょうか。ちょっとこんな感じで、ここもスプレーでちょっと黒を選んで、こんな感じでいいかな。ここもちょっとやった方がいいかもしれないですね。スプレーでこんな感じでいいかな。まつげを描いていきましょうかね。まつげは何がいいですかね。フラットマーカーがいいですかね。フラットマーカーがちょっと試しにやってみますか。フラットマーカーでまつげはだいたいこのね、目と同じような色でやっていきましょう。で手ブレ補正も 100% にしてね、ブラシも細くしてやっていきましょう。はい、いいかな。もうちょいぶっとくてもいいか。
お好みで入り抜き、線の先を細くしたりしてもいいですし、今回は自分はこのままでやりましょう。ちょっと二重の線もちょっと描きましょうか。こんな感じがいいかな。でここも色を取って、大げさにここも大げさにちょっとない方が良かったですかね。ない方がいい場合もあって、一応さっきも言ったようにフラットマーカーは何回も塗り重ねると濃くなるので、またレイヤーを作って、次はどうしようかな。
ブルーのちょっと灰色っぽいのでますか。ちょっとね、違う色とかも入れて不自然さを入れるっていうような感じです。はい。大体こんな感じかな。で次が、眉毛ですね。眉毛はですね、最近は自分のやり方はあれですね、だいたい目のこの黒さを取って、でスプレーの柔らかで眉毛の部分をですね、一応この線側はだいぶ低くしましょうね。エアブラシですね。何回もスプレーでエアブラシの柔らかである程度なんか塗るというか、でこちらもこちらはちょっと濃いめにしますか。同じか。はい。でこちらも感じで塗ります。はい。柔らかなので、もうちょいぶっとい方が、もうちょいぶっとくしましょうか。でこんな感じで一応塗って、ちょっと滑らか水彩でちょっと滑らかにしますか。でこうやって滑らかに一応して、実際の化粧みたいな感じですかね。でこれにそのままそのまま描いてもいいし、また一応レイヤー作りましょうね。作って、で筆を買いまして、ペイントですね、さっきの滑らか水彩を加工したやつですね。それで手ブレ補正も一応かけて、でちょっと細めにして、これかな。で眉毛の線を描くような感じですね。こんな感じですかね。でここも、ここはどうかな。ちょっと待ってくださいね。ちょっと
ちょっとはみ出た方がそれっぽく見えるかなと思って。でここは結構影の部分だから結構塗りつぶしてもいいかなと思います。さっきと比べたらちょっと大まかですよね。でここもあれだったらちょっと塗りつぶしたりしてもいいし。あまり正確じゃない風に、塗ると結構それが自然っぽく見えるんじゃないかなと思います。はい、これでいいですかね。はい。もうちょいこっちなんかと低くしたり小さくしてちょっと遠目から見たりとかしようか。でちょっと滑らか水彩でちょっと整えたりしょ。はい、こんな感じですかね。白にしましょうか。白にしてちょいとこのぐらいかな。大体ここぐらいに塗りましょうか。ベタ塗りペンですね。ベタ塗りペンで塗って、でこれを不透明度を低くしましょうか。こんな感じでやってでまたレイヤー作ってでクリッピングしてで赤とやってで次はさっきのと重なるような感じでちょっと微妙ですけどね、はい、こんな感じでちょっと白目のところにもちょっとやりましょうか。うまくいくかどうかは分かんないですけどちょっとやってみましょうね。投げ縄ツールでやりましょう。見えないか。あまり見えないですね。これはもしかするとそうか白目なので白目のレイヤーの方でやらないとダメか。じゃあクリッピングしましょうね。クリッピングして色もやってちょっとここに上がいいかな。感じかな。もうちょいこっちもうちょいですね。もうちょいあっ
ちょっと黒目の方にもまたちょっとまたやりましょうか。描いてったらあれなんですよね、本当何か思いついたりすることが結構多くて、それが失敗するかどうかはちょっと分かんないんですけど、うまくいくのかもしれないし、でちょっとだけ太めのどうだろうな、ちょっともうちょい角張って、どうだろう、もうちょい思い切ってやった方がいいか。で結構思い切りました。でちょっとはい、こんな感じですね。で次が口ですね。唇やっていきましょう。ちょっと待ってくださいねこれがなんかわざとらしいので、ここぐらいは消してみましょうか。ではい、こんな感じにしておきましょう。はい、唇ですね。唇は結構レイヤーとかも見てくださいね。ちょっと分かりづらいかと思いますが、今下地の顔の下地のところにまた戻ってきて、でまたレイヤー作って、でクリッピングして、で唇を描いていきます。はい、でですね、自分の場合はだいたい肌のこの塗った肌の色からちょっと色を取り入れて、塗っていくというような感じですかね。一応こっちから取りましょうか。取ってで色を塗っていくというような感じですかね。これはもう間違い、手ブレ補正はまあいいか。
で唇もなんとなくね、ピンクとか口紅色を選んで塗りたい気持ちはわかるんですけど、そうすると結構なんか自分の場合はなんかうさんくさく嘘っぽく見えて、あまり良くなくなるんですよね。なのでだいたい本当肌の影の部分では唇とか塗りますね。でやっていきますね。下唇はまたちょっと違ってて、下唇はちょっとこのまぶたの方の色をちょっと取って、それで塗ってみますか。でこの色も取ってちょっと唇の形を整えるような感じでやっていきましょうか。でこっからちょっと徐々にまたレイヤーを作りましょうね。本当いっぱい使うんですよね、自分。一応上唇の方からやりましょうか。この色のちょっと濃いやつがいいかな。で感じでやるというような。ね、やってちょっと下のと合わせて結合させて、でちょっと上唇の上の方をちょっと滑らか水彩でちょっと
はっきりしてるので、ここをちょっとぼかしましょうか。ぼかしてというような感じで、下唇ですね。今回は本当に画像がないので難しいですね。画像ないとやっぱりこの色をつっといて、一応レイヤーをまた作ってクリッピングして、で下唇をちょっとやっていきましょうか、ね、一応これのちょっと明るい色をちょっと横の方に塗りましょうか。でなんかここもちょっと塗りますか。でちょっとこの色を、この色のちょっと濃いやつをやりましょうか。濃いやつでこんな感じでやりますか。でちょっと滑らか水彩でそうか。こんな感じですかね。でちょっとまた下のでまたクリッピングしましょうねクリッピングレイヤーを作ってクリッピングですね。で次はちょっと下唇に結構白に近いやつでちょっと待ってくださいね。もうちょい広げましょうか。でエアブラシでまたちょっとやってみましょう。どうでしょうか。いいかもしれないですね。でここの部分もちょっとやってとで
ちょっとやりすぎですかねちょっとやりすぎかな。どうだろう、いいかな。はい。でまたクリッピングしましょうね。クリッピングして、でちょっと白に近い色でやって、どうしようかな。これでやりますか。でちょっとまたあれなんですけど、クリッピングしましょうね。レイヤー作って、でここの方にもやって、でこれをまた不透明度を低くしてやって、でちょっとどんなかな、見えるかな自然に見えるかな。でちょっと滑らか水彩でちょっとここどうだろう、うまくいってるかな。今これは滑らか水彩でちょっとぼかしてますね。
たレイヤーを作ってクリッピングして、でだいたい唇の輪郭としてなんか白っぽく見えるんですよね、自分の場合。だからそれを表現したいと思います、はい、でこれで上唇の明るい色を取って、でそれよりも微妙にちょっと白に近づかして、でそれを塗りましょう。大体ですね、ここからでちょっとまた滑らか水彩で撫でるというような感じで、こんな感じですかね。はい、こんな感じでどうでしょうか。でちょっとこの下唇のここが影の部分がちょっと、なんかおかしいので、下の方の顎の方の色をちょっと取って、で滑らかエアブラシの柔らかでちょっとぼかしましょう。で反対側もちょっとやりましょうか。ちょっとくっきりしすぎてるような気がするので、こんな感じかな。でここはもうちょい影を入れましょう。影を入れて唇が前に出てるんだよっていうような感じで、滑らか水彩でちょっと滑らかに、はい、こんな感じですかね。で一応もうそのまま唇のでここの色を取って、耳とかもちょっとやりましょう。この色を取って、髪を描きましょうか。髪をね、髪はですね、髪はこれは何だったっけ、線画か。
紙はこっち紙をやって、これは何がいいかな。紙黄色にしときましょうもうバラバラですけど、黄色に紙ということで何も紙だから黄色っていうことではないんですけど、ですね、これもですね、一応ベタ塗りペンでやりますか。これでちょっとベタ塗りペンを、ペン先をまたブラシの先端を変えますか。ブラシの先端を変えましょう。ブラシの先端は一応これは私個人の感覚だと思うんですけど、ちょっと丸だとちょっとうまく描けない時があって、なのでブラシの先端をこれですかね、粗い毛筆を使いましょう。はい、これだとなんとなく、いいような感じがするんですよね。でもな、まあいっか。一応この上にまたレイヤーを作って、で紙を塗っていくんですけど、で背景とか描く時とかはね、なんて言うんでしょう、この紙とかこの肌もそうなんですけど、背景が透けて見える時があるんですよね。それを気をつけて、色を塗るっていうか、その際はまたレイヤーを下に作って、でスプレーでこことかね、ちょっとうっすら肌が見えてますよね、肌の色が。そういう時は例えばレイヤーを新しく下の方に作って、で実際にこうやって塗ってもいいし、またスプレーでさーって見える部分をやるというような感じでもいいです。はい、そうやって自分はやってます。おっと、ベタ塗りペンでそれとまたこの投げ縄塗りでも OK ですよ、こういったところとか、こうやってやってもいいですし、これはちょっとまた、慣れが必要だったりする場合もあるんですけど、こうやって大まかに
ってやるっていうのもいいし、ちょっとね、これでもやっぱり隙間がこうやって背景のね灰色が見えてますよね。そこが結構自分は気になるところなんですけど、そういった時はやっぱりベタ塗りペンですね。ベタ塗りペンとかをやっぱり、先端とかちょっと元に戻しますか。戻してこうやって難儀なんですけどね、こうやって本当に時間かかるんですけど地道に、消すというようなやり方ですね。ちょっと最初の時に言ってたドット、キャンバスが小さすぎると色を塗る時にドットになってしまうよっていう話をしたと思うんですけど、それがこういった感じですね。アップしてやったら、これはもう本当にだいぶアップしてるのでドットになるのはもうしょうがないんですけど、今、ズーム率が700% 以上なってるんですけど、これが 100% でも今これ 200% なんですけど、 100% でズームしただけでもドットにこんな感じでドットになる場合はキャンバスが小さすぎると思いますので、これだとこういったのだと本当リアルな感じの、色を塗るには適してないので、やっぱりキャンバスのサイズとか最初の方で、考えて、設定してくださいね。はい。でも顔だけだったら本当今のキャンバスぐらいの 1000px かける 1000px ですね、それだけでも OK です。はい、じゃあ一応難しいんですよ。大きくすれば一応こうやっていいんですけど、一応ね肌のレイヤーの後ろにレイヤーを作って下にですねレイヤーを作って髪のこの色を塗ってもいいんですけど、それでもいいんですけど、それだとなんか自分の場合はなんかうまく表現できないような感じが多々あるので、難しいですね。一応ここはもういいと思うけど、ここはもう本当紙に隠れる部分なのでいいとは思うんですけど、なんかいろいろやり方があってでここもですかね。ここはまだいいか。
しようかな。いいか、後でちょっとおっと、はい、じゃあこれでやって、ここもか。こういったところとか。はい、じゃあね、これにとできますか。手ぶれ補正にして、でまた先端を変えましょう。さっきのですね、さっきの粗い毛筆ですね。粗い毛筆 OK よいしょ。でいきましょう。手ぶれ補正も100にして、そっか。入り抜きをしましょうか。抜きはこのぐらいでいいのかな。ね、このぐらいでいいか。入りは453で、抜きが1678です。はい。ちょっとね、これもまたあれなんですけど、ちょっと首筋がちょっとなんかおかしいような感じがしたので、隠すような感じで塗りましょうね。もうこうやって自分はよく、絵をカバーします。ちょっとあれだな。ちょっと離したりして、ちょっと違うかな。
後で直しましょうか。ちょっとここもあれでやりましょうか。消し駆除してお腹がお腹が鳴りましたね。入りと抜きをちょっと戻して、ここはでこの部分を感じで一応塗っていきましょうか。これにクリッピングしてやりましょうか。一応このペイントで塗りますか。塗って手ブレ補正もされてますから、そっか、手ブレ補正じゃなくてクリッピングはなしでやりましょうか。クリッピングはなしで、また消してこうか。前髪はちょっとぼやけてる方がいいような感じですね。で結構前髪とか
じで。はい、もう難しいですね。ちょっと地肌に
見えるような感じにちょうどいいかなと思ってやってみましょう。はい、こんな感じですかね。ですかね。こんな感じですかね。でまた顔の方に戻りまして、そうだ、あれがいいですね。曲線定規ですね。曲線定規の極端にやりますか。こうやってしてでちょっとざっくりで消して出てて、でこれに花の影の色をさっきのところにやって、でそれよりちょっと濃いやつですね。でスプレーでシャーッとやってでこのこんな感じかな。でやって違うかな滑らか水彩でちょっと違うかな違いますかね。でこの色をペイントでも
れも滑らか水彩でぼかすと。でちょっと下の方にレイヤーを作って、よいしょ。でここをなんかな、紙と同じぐらいの色がいいかな。ちょっとスプレーかけましょうか。ちょっと茶色系でこっちかな。こうですかね。でここもスプレーで紙のでちょっと紙のところ隙間が出てますね。ちょっと髪の毛のところをどんなしようかな。肌のレイヤーの下の方にやりましょうか。よいしょ。多分こうやれば消えるはず。はい、消えましたね。で先ほどのこうですね、こうでこれもちょっとこっちぐらいかな。
でちょっと滑らか水彩でちょっとぼかしましょうか。あ、変わってんのか。でちょっとぼかしてね、でここはこうか。とレイヤーを作ってですね、ちょっとテカリですね、肌のテカリをガッシュでちょっとやってみますか。もうちょい細かいのがいいんですけどね。小さくすればいいのかな。小さくすればどうにかなる。ちょっと滑らか水彩でちょっと押さえると。
それでどうだろう。またちょっと思いついてしまいました。これのちょっとだけ白に近づけてね、ちょっとこっちら辺ですかね。でちょっと滑らか水彩でまた滑らかに微妙なんですけどね。この微妙なことが何回もつながって結構いい感じになっていくので、こっちにもこっちにもなんか違うな、こっちは違うんだ。こっちはこれのちょっと白に近づけて、でですかね。でこれをまた滑らか水彩で滑らかに落としていくというような、こんな感じですかね。ちょっとだけまたやりましょうかね。リアル鉛筆で手ブレ補正を 100% にして、
本当に後から予定になかったことをなんか思いついて結構やってしまうんですよねいい時もあればちょっとあまりっていう時もあるんですけど、今回はどうなんでしょうね。わかんないです。まだこのリアル鉛筆のこのかすれ具合が結構リアルな紙っぽいように見えるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。ちょっとやりすぎかなという気持ちもありますけど、あれなんですよね、1年間去年の1年間でちょっと気づいたことは、やっぱりボケてる色とはっきり見えてる色が混在してないと、あまり自分が好きなリアル寄りの絵には近づかないのかなと思って、どうでしょうかね。あまりやらない方がいいのか。まあ一応ね、やってみましょう。どうですかね。で最後のまた一押しなんですけど、ですね、下の方にやった方がいいかな。この紙の下地といいますかね、これの下の方にレイヤーを作りましょうね。でこれクリッピングは外して、でペイントですね、これで黒を取って、で細くして、もうちょっとやっとくかな。なんて言いますかね、アホ毛っていうんですかね、それをちょっと表現するような感じで。
これでいいですかね。であとはあとはそうですね、一番肝心というか、ここではあれか、輪郭ですね。今回は肌の輪郭は別にいいとして、一応自分は肌の輪郭とか、髪の輪郭、服も描いてる時は服の輪郭もなんですけど、それをですね、この色混ぜのぼかしでぼかします。はい。なので今回は髪ですね、髪のこの髪の下地ですね、ここをぼかします。これのですね、どこをぼかすかっていうと、こういった髪と肌が重なってるところがありますよね。ここをぼかします。今はっきりしてるじゃないですか。それをこうやってぼかすんです。はい。なぜ、ぼかすかというと、はっきりしすぎるとあれなんですよね。なんか本当紙に描いた絵なんだなっていうのは、一応イラストなんですけど、どうにかしてなんか、リアルっぽいところまで近づけたいっていう気持ちがあるので、ここはいいですかね。今回はこのほっぺたのところは今回はいいですかね。そのままにしときましょう。ぼかした方がいいところと、またあまりぼかさない方がいいっていうところがあったりするので、そこはもう本当その時その時で判断しないと難しいですね。はい。であとはそうですね、この周りですね、周りをちょっと見えてるか見えてないか、またぼかされてるのかぼかされてないのかちょっと分かんないんですけど、一応なぞりましょうね。去年もこういった描き方とか、リアルタイムで動画出した時の絵は、あの時はこの輪郭とか多分ぼかしてなかったと思うんですよ。その時はまだやり方あんまり、そこまでは覚えてなくて、覚えるっていうか、勉強してなくて、多分やってないと思います。はい、こんな感じですかね。でちょっとまた紙のさっきのね、これがちょっとうるさいかなと思うんだったら、不透明度をちょっと低くすればちょっとは、軽減できるので、さっきはこれでしたが、ちょっとこのぐらいまではやりますかね。はい、こんな感じですかね。だいぶ時間経ってますけど、ここのこれはどこだったかな。だいぶレイヤーとか使ったので、ね、読み込みとかがありますね。読み込みが出るときはとっても、手間かけて描いてるんだなっていう
証拠ですねあとはどうしようかな。これもこですね。ここですね。ここをちょっと滑らか水彩でちょっとこっちを鎖骨のところですね。ここをちょっとしてちょっとここのところとかもやってみますか。ちょっと結構ね、この色でこの部分にこんな風にやって、でこれを滑らか水彩でちょっとまたぼかすんですよ、輪郭っていうか。このようにするだけでもね、なんか本当にリアルっぽさが出てくるんじゃないかなと思います。ちょっと目立ちすぎですかねそういう時はちょっと滑らか水彩で軽くなぞるというような感じでもいいし、また消しゴムでちょっと消すっていうのもありですね。どうかな、ちょっとあれかな、もうちょいこんな感じでいいんじゃないかなと思います。いいかなとは思うんですけど、ダメ押しだとこれですね、このフォルダーに合わせた状態で、一応これでもいいと思うんですけど、一応カラーバランスやりますか。カラーバランスでカラーバランスでちょっとイエローにちょっとやって、グリーンとかこんな感じでどうでしょうか。でない場合はこんな感じで、ある場合はこんな感じでやります。こんな風にもカラーバランスで変えることができます。ね、すごい長丁場になりましたが、どうぞ2022年もどうぞいつもよろしくお願いします。